高島ファルコンズの千秋です。安藤です。電動キックボードに続いて、高齢者向けに電動シートボードの利用が広がっているっていう話を取り上げていきたいんやけど、Yahoo ニュースの記事で、電動キックボードのシェアリング事業を展開するループが8月5日に三輪で一人乗りの新型車両の導入を発表したと。16歳以上は運転免許がなくても乗れる特定小型原付自転車に分類されると。2026年度から各地で実証実験を始めて、利用者のニーズなどを調査した上で導入を目指すとしたのね。で、新型車両の名称がユニモっていう名前で、おそらくユニバーサルモビリティの略やと思うんやけど、構造が座席に腰をかけて運転ができて、で、車道での最高速度が時速20キロ、で、6キロに設定すれば一部の歩道で走行できると。キックボードと同じやな。キックボードの座れる版みたいな車両。で、今、電動キックボードの利用者が、20代から50代が9割以上を占めるんやけど、ループ曰く、新型車両では運転免許証を返納した高齢者の利用を想定していると。で、この車両が自動車部品メーカーアイシンの技術により、運転中の車体の傾きを自動で抑制し、カーブでも安定させるような、作りにしていると。で、車体にカメラを取り付けることで、将来的には自動運転化も見据えているっていうことだよな。で、たまに東京でも座って運転する電動キックボードの亜種みたいなのが走っとんの見かけるんやけど、実はもうこの座って乗る電動シートボードが利用が始まっとって、これがループとまた別の会社でライムっていうアメリカ発祥のシリコンバレー発祥の会社がもう2024年から提供しとんのやけど、もうすでに沖縄県の那覇市と東京の17の区、渋谷、新宿、目黒、世田谷、豊島とか区でもう始まっとって、で、料金が基本料金100円で1分あたり30円課金されていくっていう料金システム。結構高い。そうやな、結構高い。高いよな。ループが今その電動キックボードで基本料金50円で1分あたり15円の有料課金制やから、だから普通に倍ぐらい値段するんよな。ただ、このライムの場合は30分以上やとちょっと得になるプランがあって、ライムパスっていうんやけど、1日30分あたり490円で利用できるとか。で、1日30分以内やったら乗り換えても OK とか。で、行きに15分、帰りに15分とか、2回以上分けて使用しても同じ料金で使えるっていう料金プランがあったり、あと、ヘルメットを着用すると、都度の通常料金から 10% の割引が受けられるっていう制度もある。だから走行前に画面のヘルメットの確認をタップするとカメラが立ち上がるから、ヘルメットを着用しとる自分の姿を映すと AI が判定してヘルメットをつけとるっていう風に判定されたら割引が受けられるらしい。普通にヘルメットは着用してほしい。昔キックボードに関して動画も撮ったと思うんやけど、実際富山とかさ、そっちではもうあるん？キックボード普及しとんの？いや、正直な、まだ普及してない。やっぱ東京とか大阪とか都心部だけか。都心部しかやってないと思う。東京では普及し始めてからだいぶ日が経つから当たり前のように感じ取ったけど、地方ではまだまだか。全然ピンとこんわ。で、もうついにシートボードも現れとって、で、たまに座って乗っとるやつがおるんやけど、最初に触れたさ、そのループ側がさ、免許返納後の老人の利用を想定しとるって言っとるけどさ、これってそもそもさ、車の運転が危なくてさ、免許証返納したのにさ、シートボード運転させたらあかんやろって思うんやけど。確かに、逆行してるよな。そもそもキックボード自体がさ、違反的な意見多いやん、ネット上とかで。そうそう。でもさ、見たことはないからさ、ネットとかの評判を、見たんやけどさ、乗っ取る人のモラルっていうかさ、そっちの方にさ、評判悪くてさ、キックボード自体が悪みたいな感じになっとるよ。キックボードが悪いわけではないんやろうけど、乗っ取るやつの民度が低すぎるよな。いや、驚愕やったかな。首都高走ったりしとってさ、マックス20キロでノーヘルで首都高なんて、マジでそれ、事故っても文句言えやん。あれは外国人がな、首都高に侵入しとったっていう話やけどな。はいはいはい。だから外国人もさ、その免許いらんから手軽に乗れてしまうのよな。日本はさ、タクシーが高いからさ、で、車運転するよりもちょっとハードル高いからさ、日本の交通ルールが結構厳しいから。だからループ乗ろうかってなるんやろうな。で、首都高に入ってってしまうんじゃない日本人からすると、間違って首都高入るってよくわからんけどな。でもあの人たちは読めへんもんな、看板が。そんなやつが乗るなって話だけど。このさ、利用者の民度低いってことを鑑みるとさ、シートボードの普及によってさ、高齢者が利用するようになるとさ、交通ルールを守らん
若者プラス外人対危険運転の高齢者でバトルが始まるような、今度は。いや、もう無法地帯よ。そうなったら。ループ同士でバトルんじゃない？いや、下手したら、シートボードと普通のキックボードで事故って、責任の押し付け合いになるよ。乗っとる人が自転車感覚やからな。信号無視なんて日常茶飯事やし、もう逆走とかも普通におるしな。グレーかもしれんけど、こういうのって、結局保険とかもさ、これ適用されるもんな。一応ループの利用料金の中に保険料も含まれとって、ああ、はいはい。賠償の方はその対人対物無制限とか入っとるから、まあ事故った場合は保険が適用されるはずではあるけどな。キックボードと車の衝突事故のさ、画像見たけどさ、普通に車側も結構な凹みのさ、写真やったからさ、意外に威力大きいんやなって思って。いやだって20キロってさ、普通に生身の人間にぶつかったら吹っ飛んでいくと思うで。確かにそうか。結構速いやろ。いや、それだけにやったら、ヘルメットの着用の義務とかさ、ルール守るだけで印象も変わるんやからさ、なんか現状やと悪い面ばっか注目されて、嫌悪感の方が大きいからな、美味しい。まあ、チャリもさ、まあ、チャリもチャリで危ないけど、年寄りのチャリってまだ遅いやん。ゆっくり漕ぐからさ。はいはい。でもループは、ちょっとスロットルひねればアクセル開ければ20キロやから、シートボードで20キロで歩道を爆走する年寄りが現れてニュースになるまでが見えるような。ああ、歩道な。普通に危ないよな。20キロの歩道は。で、車道出れば車道で遅いって言ってまたそれでも迷惑られるし。やっぱ立場がねえよな。とはいえな、SNS でこんだけ批判的やけど、街中では見る機会が日に日に増えとるからさ、便利なんは間違いないんや。実際そういう足腰弱っとる年寄りの人とかはいいかもしれんな。移動できるっていう喜びが、外に出るモチベーションにもなりそうやしな。行動範囲広がって。でもこんだけ批判が多くても街でいっぱいあるってことは、SNS の意見っていうのは少数派なんやろうな。需要があるからこうやって次にっていう製品が出てくるんやろな。あんま関係ないけど、その政治とかもそうやけどさ、ネットで政治の特定の政党がすごい支持されとるけど、実際の選挙結果はまた違うわけやん。それと同じで、やっぱネットの意見と世間の実際の声っていうのは結構乖離があるよな。それは何事にも言えるな。でも確かに俺もこの暑さで歩くのってやっぱだるいから、疲れたら疲れたで便利やなとは思うわ。普通に歩くだけで汗かく。座っとるだけで移動できるのは便利。高齢者が無理して歩いて熱中症で倒れられるよりは、そうそうそう。こういう次世代のモビリティを使って移動してくれる方がいい面もあるか。そういう面ではそうやな。車からしたらめっちゃ邪魔やん。チャリもそうやけど。運転者目線普通に危ないよ。ね、最近やっぱさ、そういうニュースとかでも取り上げられるからさ、ループのモラルの低さみたいなのが。車のその運転者側からは風当たり強くてさ、幅寄せとかさ、煽られたりされとる姿を見るからさ、もうちょっと社会に浸透するまでは乗るの危ないなと思うけどな。俺も実際、始まって最初の方に1回か2回乗ったけど、やっぱ危なっかしいから乗るのやめたもん。段差とか怖いもんな、あれ。側溝の段差とか、結構小さい段差でもな、あれってサスペンションとか多少ついとるのは段差振動もろに食らいそうやんな。このループとか電動シートボードを浸透するまであと5年ぐらいはかかるんちゃう？で今の現状やっぱニュースもさ、話題性っていうかさ、危険運転の方がさ、注目を浴びるから、そういう面ばっか取り上げるやんか。炎上商法じゃないけどさ、視聴者が注目を浴びるように。だから、社会的にも、こういうキックボードイコール悪っていう構図が出来上がってしまっとって、そういう面では風当たり強いなとは、俺は全然浸透してない地域の意見やからさ、実際にそういう迷惑被ってないから言えることかもしれんけど。ループ車も天下りとかな、金儲けとかめっちゃ言われとるからな。言われとったな。実際天下りはあるっぽいけどな。警視総監が天下りしとったとか言われとるけど、はい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 。金儲けっていうのも、それは民間企業やからな。金儲けはするやろうし。利益を追求するのは悪くないことやし。ただ金儲けに走る一方で、そうやって危ない目に遭ってる人がおるからそうやって言われるんやろうな。でも、新しい革新的なサービスっていうのは、批判がつきものよ、最初は。何でもそうや。車もそうやしさ、テレビとかスマホとかって、スマホなんて最初、電磁波で脳がやられるとか言われてたからな。確かに。テレビは魂が抜かれるとかな。はいはい。何でも最初はこうやって批判されて、どんどん浸透していくもんやと思うで。どんどん問題視されて、見せつけのようにループの事故とかが思いっきり逮捕されたりとか、事件が公になって、乗る人のモラルも向上していくんちゃう？現状乗る人が自分自身で首を絞めとる
状況になってるからな。そのあたりを意識的な面でも改善できたら、もうちょっと風当たりが収まるんじゃないか。あとはテクノロジーじゃあ人に当たりそうになったら自動で止まるとかさ、そういう技術がそのうち確立されそうやけどな。できると思うけどな。自動運転まで想定しとるんやったら。もうちょっと待ってもいいかなと思うけどな。実際、自分が実用的にな、使っていくってなるには、もうちょっと安全に乗れそうになったら乗るわ。てか、チャリでいいしな。今シェアサイクルめっちゃ都会で乗れるとこ増えとるから、全然チャリでいいわ、今は。まあもうチャリですら、もう自分の足を使いたくない人は差別化できるんじゃない？漕ぎたくないってことやろ。うん、そう。もう脳死で。さっきも言っとったけど、やっぱ夏になったからか、すごい乗っとる人増えたしな、ループ。だからまあ需要はあんねん、需要は。乗るやつが悪いってことやな。そう、現状な。あと、万博のな、スタッフが中で移動するのに使っとったりとか、ループを。200体弱ぐらい使っとったんやろ、あれ。あと去年の話やけど、大学のキャンパスの有名なさ、帝京平成大学のキャンパスに、ループのポートが導入されたりしてるみたいよ。あ、そうなんや。そこの学生は、ループ乗り回しとる可能性あるってことか。すごい運転うまいんじゃない？帝京平成大学の学生は。ここがすごい。今回は電動キックボードに続いて高齢者向けに電動シートボードの利用が広がっている件について取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。